今回はいちごのショートケーキを描いていきます。下書きから着彩の完成まで大まかな進め方を解説していきますので、皆さんの参考になれば嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにケーキの形を三角柱として捉えます。大まかな形が描けたらホイップクリームやいちごの部分を描きます。スポンジとクリームの断面部分も歪んだ線を引いて柔らかさを表現します。クリーム表面のうねうねっとした形も大まかに捉えておきます。いちごは以前描き方の動画を作ったので、興味のある方はぜひご覧になってください。ちなみにこちらのショートケーキですが、某工場直送のお菓子屋さんのにしました。見た目がショートケーキらしいショートケーキだったので、美味しそうでいいですよね。さあ、そうこうしているうちに下書きも終わりましたので、これから着彩に入ります。今回はパーマネントイエロー、オペラ、コンポーズブルー、この3色を使って描いていきます。まずクリームの色から塗ってみようと思います。色の作り方としては単純にグレーを作る感じで3色を同じ分量混ぜ合わせていきます。ほんのり黄色みがかると優しい感じに、青みが多めになるとすっきりとした印象になるので、この辺りは好みで混ぜてみてください。丁寧に塗るよりかはムラのある感じで塗っていきます。水だけつけた筆でぼかしてあげても柔らかい感じが出ます。ちなみに水彩だと淡い色から塗るのが鉄則なので、今回もそのように進めます。クリームは白くて柔らかいものなので、濃さをつけすぎると硬いものや重たいものに感じられてしまうので、濃さをつけすぎないように心がけましょう。今回の動画では細密表現にこだわるというよりも、短時間でざっくりと大まかに描いてそれっぽく見せるという描き方でやっています。スポンジ部分を塗っていきます。1回目の塗りでは鮮やかさを意識して色を作ります。パーマネントイエローにほんのわずかにオペラ、コンポーズブルーを加えます。塗り方としては1回目はムラを作らずにベタ塗りします。いちごは最初にお話しした通り、過去の動画も参考にしてみてください。今回は小さいので細かい描写が難しいですが、ツヤ感を表現するために部分的に塗り残しておきます。乾く前にもう一段濃い絵の具を垂らし込んで濃淡をつけておきます。いちごの断面は中心が白っぽいので、赤みをつけすぎずに周りの輪郭に向けて濃いめの赤をグラデーションになるように塗ります。乾くまでに赤い絵の具のついた筆で中心部分に向かって放射状の線をつけて雰囲気を出していきます。明るくしたい箇所に水を垂らすと絵の具が周りに逃げていって明るくなります。こういう描き方もあるので、ぜひ試してみてください。クリームに戻ってもう一段濃さを強めます。全部の濃さを強めるというよりかは、奥まった左側の影の濃さ、比較的手前側にある凹凸の影の部分を強めていきます。濃くなりすぎないように気をつけて描きます。まず絵の具のついた筆で塗って、その後に水だけつけた筆でぼかしながら濃さを調整していきます。クリームの断面にムラをつけていきます。水気を少なめにして
筆の毛先より側面側を使うようにしてかさついた感じや不規則さを出してあげます。スポンジ部分は濃さが物足りないのでもう一段色味を強めます。ただ丁寧に塗るよりかはムラをつけながら徐々にスポンジの雰囲気を作っていきます。この辺りは意識しないと全部ベタ塗りで描いてしまって質感が出ないので丁寧に塗りすぎないことが大事です。ただ適当すぎてもめちゃくちゃになるのでいい塩梅で塗りましょう。ショートケーキのクリームを引き立たせるために重要なのが背景です。周りに濃さがつくことでそのもの自体が明るく引き立ってきます。今回は温かみのある色味にしました。テーブルに落ちる影は冷たい色味を垂らしてにじませておきます。次にスポンジの気泡を描いていきます。穴の開いている表現としては、穴を円とした時に上側が影で下側に光が当たるという感じで考えていきます。上半分だけ濃さをつけると感じが出てくるので皆さんも試してみてください。あとは気泡の大きさや位置を不規則に書き込んで様子を見ていきます。気泡の影を濃く描きすぎた場合は水だけつけた筆でこすって絵の具を取ってあげましょう。水彩紙によって取れ具合は変わりますが多少濃さは緩和されます。スポンジ部分の濃さをもう一段強めようと思います。気泡の下部分の明るいところも気持ち明るく残してあげると感じが引き立ちます。いちごも真ん中を中心にして濃さを強めます。いちごの断面部分はより放射状の線が引き立つように描きます。濃いめの絵の具で塗ってから水のついた筆でぼかしてあげると果物のみずみずしさが出てきます。クリームも大体出来上がっているんですが、ほんの少しだけ違った色を加えて絵に動きを出してあげます。いちごのショートケーキの絵もそろそろ完成です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をしていただけると今後の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。